歴史から中国の思考を知る、中国をより理解するヒントになるかもしれない歴史上の出来事の紹介だよ。今日のテーマは歴史の改ざんだ。はは、支配者が自分に都合の悪い事実を隠蔽して、自分に都合のいいように歴史を書き換えるってことだね。そういうことだ。でも、同時代の人は事実を知っているわけだから、歴史を改ざんすると言ってもそんな簡単なことではないだろう。そうだな。時代によって、あるいは内容によって難易度は異なるが、今日は改ざんが成功した事例と失敗した事例を一つずつ見ていこうと思うぜ。それじゃ早速見てみようか。まずは成功例として漢の周没と陳平だ。はあ、漢の初代皇帝劉邦の皇后だった呂公が亡くなった後に、呂氏一族をクーデターで粛清した2人だね。クーデターを起こしたのは自分たちなのに、呂氏が謀反を企んでいたという事実無根の話をでっち上げた。そうだ、それも捏造だが、周没と陳平はその後でもっと大きな罪を犯したんだ。なんだそれは。呂氏を粛清して権力を手に入れたまでは良かったが、そこで周没と陳平ははたと気がついた。何に気がついたの？皇帝だ。当時の皇帝は8年前に亡くなった2代皇帝慶帝の息子の劉公で、年齢はまだ10歳そこそこだったと思われる。この皇帝の存在が邪魔だということに気がついた。なぜかというと、皇帝は呂禄の娘を皇后に迎えている。そして父親の慶帝は呂公の娘、慶帝の皇后は呂公の孫、つまり呂氏とは深い姻戚関係にある。10歳そこそこなのに皇后がいるの？当時はとりわけ総婚が奨励されていたんだよ。戦乱続きで銀行が減少していたからな。それはそうと、呂氏は日本の藤原摂関家みたいだな。代々皇帝と婚姻関係を結んでる。だから周没と陳平は心配してこんな風に話し合った。今呂氏一族は皆滅んだが、呂氏が建てた帝や将をそのまま残しておけば、成長して政治を取るようになると、我々は皆殺しになるかもしれない。だから将のうち一番賢明なものを選んで帝位につけるのが良いと思う。皇帝の他に慶帝の子供たちはまだ3人いて、みんなまだ幼かったんだよ。周没と陳平は自分たちが勝手に呂氏を滅ぼしたものだから、後で皇帝たちにその罪を咎められることを恐れたんだ。そうだよな。悪いことをしたのは呂氏ではなくて周没、陳平の方だからな。それで毒食わばさらまでと皇帝をすれ替えることにしたのか。そうだ。でも皇帝をすれ替える大義名分がない。そこで以前の動画でも話したが、彼らはとんでもない話をでっち上げたんだ。なんだって？今の皇帝とその弟たちはみんな慶帝の実子ではない。呂公が偽って他人の子を引き取り、その母親を殺して高級で養育し、表向きは慶帝の子だということにしているんだ。これって本当なの？多分嘘だよ。皇帝をすれ替えるための作り話だ。どうせ陳平あたりが思いついた悪知恵だよ。でもそれが嘘だなんてどこにも書いてないぜ。だってこれで代わりの皇帝になったのが漢の文帝で、武帝とか皇武帝とかはみんなその子孫なんだ。本当のことを言ったら、自分たちが正当な後継者じゃないってことになるじゃないか。不都合な真実ってやつか。でもそれじゃあ慶帝とその子供たちがかわいそうすぎるだろう。かわいそうとかはどうでもいいんだぜ。改ざんした方が都合がいいんだからやるしかないよな。疑わしいと思っても政府の公式発表に従うしかないか。まして式や官書にそう書かれたら、後世の人もそう信じるよな。まあ師匠を注意深く読めば今俺が言ったようなことは想像できるんだけどな。今の話を詳しく解説した動画を概要欄に貼っておくので、気になる人はぜひ見てほしいぜ。これが歴史改ざんの成功例だね。次に失敗例として明の永楽帝の事例を紹介するぜ。モンゴルに遠征したり、帝和の大航海を実施した皇帝だね。皇帝としての実績は非常に立派なんだが、即位するいきさつが最悪だったんだ。なんだって？西南の変？そうだ。明は初代皇帝の主元将が亡くなると、皇太孫が建文帝として即位した。皇太子が主元将より先に亡くなったから、皇太子の子供、つまり皇太孫が即位したんだね。主元将には息子が大勢いた。その一人、主帝という人物はとても有能で、英王、つまり元の首都大都だった場所に報じられていた。院の北方防備を任されていたんだね。よほど有能だったんだろうな。しかし建文帝とその側近から見ると、この氏子帝は脅威となる存在だった。そこで子帝を排除しようとしたんだ。追い詰められた子帝は渡兵する。そして詳細は割愛するが、3年間の戦いの末子帝が建文帝を破り、皇帝の座を奪って自ら即位した。これが永楽帝だ。この一連の戦役が西南の変だね。永楽帝は内戦には勝利したものの、自分が謀反を起こし正当な皇帝から帝位を奪ったという大きな汚名を背負うことになった。そうだよね。永楽帝に従うことを拒む人も多かったんだ。それは凄惨な粛清が行われたのだが、
その話は今回は割愛しよう。永楽帝は自分が帝を簒奪したという事実を何とか隠蔽しようとした。でもこれだけ内戦して大粛清までやらかしておいて今さら隠蔽するなんて無理ゲーだろ。それでも隠蔽を図ったんだ。まずは建文帝という皇帝はいなかったことにされ、建文という年号もなかったことにされた。この年は建文4年だったんだけど、それが公武35年、つまり主元璋の時の年号に戻されたんだ。相当無理があるな。ちなみに建文という年号の存在が復活したのは約200年後の万暦帝の時代だ。さらに建文帝が正当な皇帝と認められたのは明が滅亡した後、真の乾隆帝の時代だ。次の王朝から皇帝と認められたのか。変な話だな。次に大祖実録を改訂した。大祖とは皇武帝主元璋のこと、つまり皇武帝時代の歴史書だ。すでに建文帝時代に作成されていたんだけど、この内容を改訂したわけだ。もともとの内容が永楽帝にとって都合が悪かったからだね。どのように改訂したの？皇武帝主元璋が生前、皇太子や皇太孫を繰り返し叱責していた一方で、主帝を常に高く評価していたとか、院従の際に主帝に皇位を譲ろうとしたけど、陰謀によってそれが実現せず、建文帝が即位することになったといった内容を加えたんだ。なるほど。さらに永楽帝は自分の母親も改ざんした。なんだそら。永楽帝は皇武帝主元璋の第4子だけど、母親は身分の低い妃だった。永楽帝はこれを改ざんして、自分が主元璋の皇后、つまり馬皇后の嫡出子ということにしたんだ。もちろんこれは自らの正当性を高めるためにやったことだ。母親ローンダリングなんて初めて聞いたよ。もはや何でもありだな。実際いろいろやったところで帝位簒奪の汚名は消えなかった。その負い目もあってか、永楽帝は即位してから積極的に働き、後世に残る偉業を数多く残した。古今の書物を集大成した永楽大典の編纂、北京遷都と紫禁城の建設、モンゴル遠征、帝和の大航海など。人としては最悪に近いやつだけど、皇帝としては偉大だったことは間違いないね。以上、歴史改ざんの成功例と失敗例を見てきたぜ。念のために言っておくと、劉邦は慶帝の実際の子供ではないというのが現在でも通説だ。その通説自体が捏造されたものだというのがこの動画の意見だね。今でもみんながそれを信じ込んでいるからこそ成功例なんだ。他にも我々が真実だと思い込んでいる出来事の中に、実は誰かによって捏造されたものが多数含まれているだろう。そうだね。陰州革命なんて捏造だらけだろうな。事実が後ろ暗いものであることほど美談を捏造する必要が生じるからな。それでは今回はここまで。